皆さん、こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。タックです。今回の動画は、鉄道車両紹介シリーズの第217回目として、1594両製造。石油輸送の王者、タキ3000型の紹介となります。最後までご視聴いただけると幸いです。それでは、本編へ参りましょう。国鉄タキ3000型貨車の概要。国鉄タキ3000型貨車は、1947年から1964年に製造されたガソリン専用の30トン積みボギー式タンク貨車であった。戦前から使用されていたタキ50型の後継形式として開発され、戦後の石油輸送需要の増大に対応するため大量生産された。製造両数は国鉄所有車と私有車を合わせて1594両に達し、日本の石油輸送を支えた代表的なタンク車となった。車両の大半は石油会社などの私有貨車であったが、一部は国鉄が所有し、進駐軍向け燃料輸送や事業用燃料輸送に使用された。JR 発足後も一部車両が継承されたが、2001年頃に最後の車両が廃車となり、形式消滅した。国鉄タキ3000型貨車の主要諸言。車種、タンク車。車体色、黒。専用種別、ガソリン。化成品分類番号、年32。期間、1067mm。全長、14300mm。全幅、2338mm。全高、3850mm。タンク材質、普通鋼。荷重、30トン。実用積 41.0 立方メートル。自重 18.3 トンから 20.7 トン。換算両数、積車 5.0。空車 2.0。台車 TR20、TR41C。最高速度、時速 75km。製造所、川崎車両、E の重工業、三菱重工業、他11社。製造年、1947年から1964年。消滅、2002年。常備駅、船川港駅、浜安全駅、他。国鉄タキ3000型貨車の構造。タキ3000型は、台枠状に円筒形タンクを搭載した典型的な15型タンク車である。積み込みは上部ハッチから行い、荷下ろしは下部突出間から行う方式を採用した。初期の国鉄所有車は、戦時設計車をもとに製造されたため、台枠側梁を持たず、TR20 台車を装備していた。その後の私有車では、TR41 ベッテンドルフ式台車に変更され、1952年製のタキ3055以降は、側梁を備えた強固な台枠構造となり、以後の標準仕様となった。製造年度やメーカーによって、はしご位置、ドーム周囲の歩み板、手すり形状などに差異が見られた。一部車両では、後年、トキ25000型の廃車発生品である TR209 台車に換装された。国鉄タキ3000型貨車の形態区分。タキ3000型は、製造時期や用途、所有者の違いによっていくつかのグループに区分される。基本構造は共通しているが、台枠構造や台車、外観などに差異が見られる。初期国鉄所有車。1947年に製造された最初のグループで、50両が国鉄によって所有され、戦時設計車をベースとして台枠側梁を省略し、軽量構造 TR20 型台車を装備し、直円筒形タンク体を搭載してタキ3000型の原型となったグループとなった。落成後は GHQ へ貸与され、進駐軍向け燃料輸送に従事した。接収解除後は国鉄事業用燃料輸送や一部は民間へ貸し渡され、魚油輸送にも使用された。初期私有車。
1950年に川崎車両で5両製造され、私有化車として国鉄所有者に酷似した外観で、側張りなしの初期構造を継承し、TR41 型台車を装備した。サハリン向け輸出予定車、あるいはその見込み生産車を転用したものとされる説がある。標準型私有車。1952年以降に製造されたグループで、多機3000型の主力であり、台枠に側張りを追加し、強度向上が図られた新設計 TR41 型ベッテンドルフ台車を装備し、台枠上にタンクを搭載する標準的構造であった。歩み板や手すりの設計が改善され、後年製作された多機3000型のほとんどがこの仕様であり、典型的な多機3000型として知られる。米国陸軍輸送隊所有車。対日講和条約発効後、在日米軍が独自に燃料輸送車を保有する必要が生じたことから製造されたグループで、154両が製造され、米軍独自の軍番号をタンク側面に表記し、外観は一般車とほぼ共通用途在日米軍基地向けガソリン輸送に使用された。米国陸軍輸送隊所有車、増備車。1956年に増備されたグループで、25両が日立製作所で軍用ガソリン輸送用に製造された。その後、1957年に全車が韓国に移送され、日本の国鉄籍から抹消された。米軍向け更新車。韓国へ送られた旧多機3373から3397の台車を再利用して製作されたグループで、車番、多機3373から多機3397の番号を再使用した。車体は新造され、台車は旧車のものを流用、ドーム周辺の歩み板を改良、手すりを増設した。外観は後期標準型に近く、軍番号は従来の方式とは異なり、車番を元に付番された。多機5200型からの改造編入車。1963年にメタノール専用車多機5200型から17両が改造されたグループで、ガソリン輸送用へ改造、多機3000型に編入され、車籍上は多機3000型となった。連結タンク車試験改造車。1978年に富士重工業で改造された3両の試験車で、車両間をホースで接続して複数車同時2駅を可能とし、欧米で普及していた方式2駅時間短縮と省力化を日本で試験したが、本格採用には至らず9社となった。TR209 型台車換装車。晩年に一部車両へ実施された改造であり、廃車となった時25000型の TR209 型台車を流用し、走行性能や保守性の改善が実施された。外観上は台車以外大きな変化はない。これらの形態区分を見ると、多機3000型は単なるガソリン専用タンク車に止まらず、戦後復興期から冷戦期にかけての軍用輸送、石油輸送、試験改造まで幅広い役割を担った形式であった。国鉄多機3000型貨車の運用。多機3000型は主にガソリン輸送に使用された。所有者には日本石油輸送、出光興産、三菱石油、ゼネラル石油、ジャパンエナジーなどの石油関連企業が名を連ね、日本全国の製油所と輸送所を結ぶ石油物流の中核を担った。国鉄所有者は GHQ 向け燃料輸送、国鉄事業用燃料輸送に使用された。また、米国陸軍輸送隊所有者は在日米軍基地向け燃料輸送に投入され、一部は1957年に韓国に移送された。1967年には新宿駅構内で発生した米軍燃料輸送列車事故により、多機3043、多機3084、多機3085、多機23119が脱線炎上し廃車となった。その後も長期間使用されたが、多機1000型などの新型タンク車への置き換えが進み、2001年頃に最後のジャパンエナジー所有者が廃車となり、本形式は全廃された。国鉄多機3000型貨車の保存。
タキ3000型は、廃車後多くの車両が解体され、現在、公開保存、生態保存されているタキ3000型は、具体的な保存車両の確認はできていない。最後までご視聴ありがとうございました。紹介内容に不明確な点がございましたが、ご容赦いただきますようお願いいたします。よろしければ、チャンネル登録、コメント、ハイプ、高評価をお願いいたします。なお、リクエストなどございましたら、コメント欄でお知らせください。また、次の動画でお会いいたしましょう。それでは。